こんにちは、木下ゆうかです。はい、今日はですね、はい、こんばんはなんですけどね。ただいま、ちょうど一日をまたぎましたね。夜中の12時です。今日はですね、私今もうお風呂上がった状態です。なんでね、すっぴんです。で、なんでね、メガネです。ちょっとね、あんまりにもきついなと思って、眉毛だけは描きましたね。あとニキビパッチとか見えるかな、見えたらやだな、貼ってます。私でもニキビできそうだなと思ったら、ね、すぐ貼るようにしてるんですよ、ニキビパッチを。ベタ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 いっぱい貼ってますね。今日はね、いつもよりね、ちょっと緩く動画を撮っていこうかなって思ってます。っていうのもですね、ちょっとね、ここ最近忙しくって、最近動画の尺が長いのでどうしても編集に時間がかかってしまうんです。なら短くすれば解決するじゃないかとおっしゃられる方もおられると思うんですが、これが最近やりたい動画なんです。短い動画の方が好きやった方もおると思うんですが、数年経つとやりたいことも変わっちゃいます。昔は毎日投稿やったけど、だいたい5分くらいの動画をアップしてて、今はだいたい10分超える動画が多いです。単純計算で 5×7 は35分、10×6 は60分で、1日お休みにしてもなかなか時間が足りません。なので編集が間に合わなくってお休みになることも多くなっちゃいます。動画を楽しみにしてくれているみんなにはめっちゃ申し訳ないです。ごめんなさい。動画がちゃんと水曜日を休んだ上で動画を毎日、アップできるかどうかに不安がありましてですね、今日ね2本撮ったんですよ。でその後打ち合わせが入ってたんですよね。私基本的に2本撮って別件の仕事が入ってたりしたらもうその日は撮影しないんですよ。でもプライベートでご飯は食べるんですよでもね、プライベートのご飯はねちょっと譲れない。だってここやっぱね、気も抜きたいんですよね。ご飯を食べることが好きといえど、好きだからこそ気を抜いた食事も必要だっていうね。ロンどうした？ロン来たくせに。ロンおいで。ロンちゃん。ロンちゃん。はい、ロンが来た。かわいいね、ロンってでもね、絶対ね、顔を近づけたら嫌ってすると嫌いなの？私のこと嫌いなの？鉄壁、めっちゃ鉄壁。ネロンなんでなんかななんでなのかな。で、そう、プライベートのご飯は大事なんですよ。で、今日はちょっと最近忙しいので、このプライベートのご飯も動画にしてしまおうかなというわけで、だいぶ緩い感じに仕上がっていると思います。はい。で、ちょうど夜中12時なんですけど、ギリギリ滑り込みセーフで12時になる前に UberEats を頼みまして、UberEats っていうのはね、夜の12時まで受け付けてくれるんですよ。うちの地域はですね。で、はい、今日はね、その UberEats で頼んだご飯を食べたいと思います。じゃーん。で、今日はね、この真心餃子さんっていう餃子のお店で UberEats しました。皆さん、今日はね、ほんとね、ゆるい感じですんで、最初に私言いましたかね、今日はゆるい感じでお送りしていますと。雑な仕事してんじゃねえよって言わないでくださいでも、今日はちょっと少なめですね。UberEats ってね、注文するまでちょっといまいち感覚をつかめないんですね。どれぐらいの量が来るかが。今日はですね、じゃあ久しぶりにお酒飲みたいと思います。今日はあれですか、めっちゃリラックスタイムのご飯ですからね。はい、いただきます。乾杯。どこでさ、久しぶりに飲むんだけどうまっ梅美味しい。梅大好き。で言ってね、この後編集私ね、今日編集終わってないんですよ。編集がね、待ってるんで、そんな飲みすぎないようにしなきゃね。じゃまず何から食べようかな。これですね、小籠包。だって小籠包ってさ、冷えると美味しくなくなるめっちゃ料理ランキングにさ、君臨しとる感じやん。最初に食べんといけやん。ほんと UberEats ってマジ便利ですよね。大好き。黒酢をかけます。美味しそうですね、これ。もうマジね、お皿にも映さない。ほんとダメな女の典型ですかね、これはめっちゃ美味しそう。でかいからな、この小籠包。揚げ小籠包だっけ。これ小籠包めっちゃ美味しいけど、結構皮が分厚い。揚げられとってめっちゃ美味しい。こっちが
ちょっと小籠包らしく小籠包だなきっと。はい、美味しそう。そうですね、これがやっぱ小籠包ですね。めっちゃいい感じですね。どうかな、でもお店でさ食べるわけじゃないから、そこら辺はね家までデリバリーしてる感じですからね、ちょっと違うかも。美味しそう。美味しい。めっちゃでも熱々ではない。しょうがないですね。それはもうお店でも通常食べられるものを家まで運んでくれるのがウバイーツですからね。出前用のお店じゃないですからね、ウバイーツは。冷えてもめっちゃ美味しい。肉汁がちゃんと入ってる。今日私さ、その撮影をさ、まあまあ私の中では朝からしてたんですよ。5時ぐらい、じゃあ6時ぐらいか。結構朝早く起きて編集して、でその後準備して撮影始めて、で3時からね別件の用事があったから、それまで2本撮りたいと思って2本撮って、でその用事を終わらして、もう結構ね疲れが限界に来とって、7時ぐらいから寝たんですよ。で9時ぐらいに起きて、でもうね今日はもう先にお風呂入ろうと思ってお風呂入って、ちょっとなんかいろいろして編集やら何やらして今に至る感じなんですよね。この撮影しようと思ったのもさっき決めた感じですなんかよく考えたら今週あの日動画流せんくないとか思いよって、ちょっとやってみようかなっていう感じです。おいしい。小籠包おいしい。私が台湾に行った時、ディンタイフォンの小籠包がマジ美味しくって、小籠包って美味しいですよね。この小籠包ね、皮が厚めですよね。皮が厚いのももちもちしとって美味しい。じゃあ次は餃子食べます。餃子美味しそう。なんか私ちょっと早くもうちょっと寄ってきたかもしれない。ちょっとぼんやりしてきたちょっと冷えているけど温めるまでもないぐらい美味しいです。なんかね、こういうゆるい感じで動画撮っとったらライブを思い出す思い出すって、いやまたね始めたいんですよね。このお家に引っ越してからまだ一回もやってない。やるとしたら今ねデスクトップのパソコンが寝室にあるから、ここでノートでやるとかかなっていう思っとるのね。いい感じの映像になるのかな。美味しい。餃子もこれはねネギマヨ餃子です。ネギとマヨネーズ合う。餃子ってたこ焼きですね。たこ焼きじゃないわ。たこ焼きじゃないわ。なんかでもたこ焼きはさ、何でもトッピングが合うやん。餃子もそうやね。ネギマヨうま。ライブやりたいんですよね。近々始めるかもしれない。始めないかもしれない。皆さんの意見を聞きたいです。もう一回小籠包に行こう。揚げ小籠包に行こう。ご飯食べたら絶対寝たくなっちゃうお風呂食べてご飯とかめっちゃベッドインコースですね。軍内コースですね。今日そういえばさ、ネットフリックスで皆さんさ、ストレンジャーシングスって知ってます？なんかめっちゃライブみたいな感じで話しちゃうわ。ダメですね。これは一応動画だからちゃんと意味が通じるように話さなきゃ。私しっかり私皆さんストレンジャーシングスって知ってますか？ネットフリックスで配信されてるドラマなんやけど、他のコンテンツでも見れるかもしれんけど、それのね待ちに待ったシーズン3がついに配信されてるんですよね。多分今日ぐらいからかな。私もシーズン1、2を最近見て人から教えてもらって、めっちゃ面白くって、でもこの数ヶ月待ったシーズン3の配信決定ですよ。でも私あんまりね1週間に1本とか見るの好きじゃないんですよ。全部終わってから一気見したいんですよね。でなんか今日1本とかじゃなくて何本かあったんですよね。めっちゃ楽しみ。なんかもうでも忘れるよね、結構場が空くと。私多分お兄ちゃんが好きだったんだよね。いじめられっ子じゃなくて変人扱い的な感じだったのかな。だったお兄ちゃんが
モテてる系のなんかすごいなんかこの説明何人とくっついてこれからどうなろうかなっていう物語の主人公はもう小学生とか子供なんですけど、子供たちの兄弟お兄ちゃんお姉ちゃん結構恋愛とかがね進んだりするんですよ。子供たちはね可愛い可愛い、まあ子供たちの間でも可愛い恋愛はあるんですけど、そうお兄ちゃんたちの世代の中でも恋愛が繰り広げられていて、さらに親御さんの間でも恋愛が繰り広げられてるのかな。あーそうや、シーズン2でめっちゃ好きやった人が亡くなったあの人生き返らんかな。ストレンジャーシングスはちょっとあってもおかしくないような、無理か、生き返るようなやつじゃないもんな。はい、じゃあ次はこちらです。なんか麻婆春雨だったかな、もちもち麻婆春雨みたいな感じだったと思うんだけど、なんやこれ、初めて食べるのね私も。ストレンジャーシングス未知との遭遇です。私さ、ストレンジャーシングス1、2見て、ストレンジャーシングス大解剖っていうおまけ映像みたいなやつまで見たぐらい好きだからね、ストレンジャーシングスのことが。主人公の男の子めっちゃ可愛いよね。可愛い、かっこいい。可愛い。美味しそう。もちもちしとるんだろうね、これ。うまっ。ホワジャオが効いとるわ。これはご飯が欲しいやつだ。結構辛いな。ピリッとする。結構さ、量少なかったね。うまい。ご飯食べたい。ホワジャオ美味しい。しびれる辛さだ。このさ、春雨の生地みたいな、この平打ちの麺みたいなやつ、こういう食べ物初めて食べるかも私。もちもちしてます。つかめんの飛びそうじゃんこれ。ええんやけど部屋着やからよくないか。もちもち美味しい。でさ、よくネットフリックスを見るんやけどね、最近一気見したやつがアニメで「ノーゲームノーライフ」っていうアニメなんだけど、めっちゃ面白かった。てか白空白の白っていう女の子が出てくるんだけど、めっちゃ可愛い。お兄ちゃんもよかった。いいキャラだった。みんなでもキャラが基本立ってて面白かった。アニメっていいよね。なんか気楽に見れるから楽しい。30分間の間で飽きさせないように作ってあるから、なんか映画とかよりも入り込みやすいよね、多分。楽に。映画は2時間あって、その中で視聴者さんとかを夢中にさせればいいから、させればいいってわけでもないけど、2時間もこうやって視聴者さんを釘付けにさせるのはそれはそれで難しいことではあるんやろうけど、アニメはさ30分間の間でっていう短い時間の間の中で楽しめるから、すごく気楽に見れるよね。映画だとさ2時間時間やっぱ取られるじゃん。だから時間があんまない人からしたらアニメってめっちゃありがたい。面白い。 YouTube なんてもっと短い時間だったりするからね。でもその分その短い時間だけでいいから視聴者さんに見てもらうのは。でもその短い時間の中で視聴者さんの心をつかまないといけないから、みんなねそれぞれね面白いね違いがあってね。はいこうなんかね考えるのが好きなんですよね。なんか考えるのが好きだから語れる人が好きなんですよね。ああでもないこうでもないっていう話をねするのが好き。お酒飲むの好きなんですよね。でそのノーゲームノーライフをね見終わっちゃったんですよ私。あれさ1シーズンしか出てないんだよね。なんかさ全然他のやつもあるかと思ったら結構すぐ終わって、コードギアスとかめっちゃ長かったからすごいね寂しいあと映画はでもまだ見てないよね。でも映画はさやっぱりじっくり見たいやん。だからさまだ見てない。コードギアスの映画もだからまだ見てない。時間がある時と思ってるからなかなかね手が出せんの。美味しい。めっちゃタレが余っとる。もったいないこれ。ちょっと
ご飯チンしてくる。やったー。みんなハーゲンダッツ見つけた。後で食べよう。こうやってねちょっと置いとくぐらいがいいんですよ。でも置きすぎたら溶けるけんな。ご飯待ちです。でですね、次は大好きエビマヨです。エビマヨ大好き。エビマヨって私さ、生まれて初めて食べたの何歳の頃だっただろうな。結構でも大人になってからな気がする。めっちゃ美味しそう。甘いエビマヨソースめっちゃ美味しいですよね。私初めて食べたので作ったかも、自分で。そう、最近ほんとね自炊とかせんごとなんだけど、昔はよくしとったと。お金はないが暇はあるみたいな時はめっちゃ自炊してた。食べたいものとかあったら作ろうっていう、買ったら高いから作ろうっていう感じでしたね。今はねもう時間がないからだからといってお皿にぐらい出すよっていう感じですけどね。はい、今日はチンが終わりましたね。もうね普段はもうちょっとちゃんとしてるの。今日はこうわざとこういうちょっと干物っぽいっていうかのいうのを演出です。これは演出です普段はちゃんとお皿に盛っています。はい、さっき何の話しとったっけ。ノゲラをさ、略し方ノゲラで合っとるやろか見終わったって言ったじゃん。でさ、次何見ようかなと思っとってネットフリをさ見よったんよね。そしたらそう妄想代理人っていうアニメを最近見出して、これはまた面白い。めっちゃまあ5話くらいかな前しか見てないんだけど、めっちゃ面白い。でもなんかチラッとネットで調べたら妄想代理人トラウマとかね、なんか検索ワード出とって、検索してないんだけど、それはねなんかこれちょっとうつ展開なのかなと思って、どういう終わり方。私基本やっぱハッピーエンドが好きだから、ちょっとどういう感じで終結するのかなっていうのをちょっと今不安に思ってます。でも今のところ面白いです。なんか監督が多分有名な監督さんなんですよね。アニメの映画とか作ってる。ナイスい。なんかさニキビパッチ貼ったけどさ、なんかさらに目立ってるかも。まあいっか。はい、じゃあ今日のご飯はもち麦ご飯です。ここにこのフォアジャオのたっぷり入った麻婆ソースかけましょう。この後編集なんですよね。編集もね楽しいんですよね。編集するの楽しみです。心配してくれる人とか多いじゃないですか。無理しないでいいんだよみたいな。でね違うんですよ。楽しいから頑張るんですよね。楽しいから無理しちゃうのかな。私ね本当にダメな人間だから、楽しくないことだと絶対無理しないからずっとそういう感じで生きてます。小さい頃からそうでした。やりたくないことをやるぐらいだったらたいぐらいの感じで生きてます。はい、だからね辛いと思ってやってないからね。めっちゃ美味しそう。これさやっぱさ、これにもさごま油とさ韓国のりかけたら美味しいんじゃないあれさ鉄板だよね、辛いものには。やっぱねごま油と韓国のりですよ。美味しいけどもこのままでも。はい、ヤンバンさんからいただいた、ありがとうございます。韓国のりです。いやーね何度も言うようですけども、韓国のりはいくらあっても困らない。でも韓国のりにさごま油かかっとるからかけんでもいいかなと思うんですけど、まあねごま油はかければかけるほど美味しい。美味しいんですよ。こんなの美味しくないわけがない。美味しそう。美味しい。ごま油の風味がいいですね。でもごま油の味になっちゃうんだよな。でもしびれ感もあるし、両方の個性が生かされてますね。私ね飲んでも前の泥酔動画のようにはならないですよ。いや私さほんと動画撮ってる時はさめっちゃほろ酔いの気分だったんですよ。ほろ酔い動画だぞ今日はって撮って編集してたら、もうこれはほろ酔いじゃねえな泥酔だわってなって、ああいう感じになったんですけど、
まあ今日はねならないです。今日はねほろ酔いかな。まあほろ酔いまでもいかないかな。私お酒で強くもないけど弱くもないですから、まあ、飲まなくても酔っ払っているクオリティなのが私ですけどね。はい。いや、あんなに酔うことは多分あんまりないな。次の日昼から動画撮ったやつ、やっぱね案の定顔がねもうパンパンでしたからね。まあいつもパンパンか。やっぱご飯は美味しいね。はい、ちょっとご飯系最後ですね。チーズ餃子。おお、美味しそう。おっこい。はい、チーズは正義ですね。なんかね、最近さ、私昔よりもさ、動画の本数が減ってはいますけど、なんか最近ね、妙に動画がね、長くなっちゃうんですよね。昔毎日配信していた頃で、動画がさ、だいたいもう5分、もう少なかったら2分とか3分の時もあったりするぐらいだったんですよ。最近さ、どうしてもね、10分とかさ、20分じゃないですか。やっぱりね、時間が長くなればなるほど、編集って大変なんですよ。まあ普通に、まあ、撮影時間はもう変わんないかな、きっと。いや、料理作ったりするシーンが昔より長くなってるかな。なんでね、時間が足りなくなっちゃってるんですよね、最近またね。いや、クオリティは上がったとは言えないかもしれないけれども単純に動画の長さが長くなってるから編集にめっちゃ時間がかかる。今日はねベアーズさんともね一緒ですよ寂しいですからね、一人で晩ご飯だからといってベアーズとご飯食べてるのもねどうだっていう、すごく痛い人の代表って感じがしますね。もうロンも一緒にね食べてたないですからね。ロンなんかもう背中向けてなんかあそこへ寝転がってますね。ロンご飯ちょっと振り向いたけどにゃんって言ってくれない。ロンご飯嘘って分かってますね、これは。ロンご飯あくびしてるロンご飯待って、もうご飯って言っても全然返事してくれんやん。もう最後の手段です。ロンを泣かそう方法。ハッピーバースデーロンダメですね。寝起きの時は超やる気ないですね。ハッピーバースデーロンハッピーバースデーディアロンハッピーバースデーロンほらー、最後やっと泣いてくれた。ロンってね歌うの、特にこのハッピーバースデーの歌が好きみたいで、ハッピーバースデーロンハッピーバースデーロンハッピーバースデーディアロンハッピーバースデーロンほら、可愛すぎるハッピーバースデーの歌が好きって可愛い。マジでロンって天才じゃない？私多分ロンってすごい頭いいと思ったね。私さ猫むっちゃ飼ってきてるんですよ、子供の頃からね。私の住んでおった地域って結構捨て猫が多くって、ちっちゃい頃公園とかでね結構もう毎月のようにね猫が捨てられてるんですよ。でそのたんびに拾ってきて近所をこう練り歩いてこうトントンっていろんな家を、まあ、平和な街でしたからしたりして、猫を飼っていただけませんかって言っていろいろ里親を見つけたり、でも自分も自分家も飼ってるんですよ。で育てた子猫が大人になって赤ちゃんを産んで赤ちゃんも育てたし、ちょっと私はね猫マスターなんですよ、こう見えてどう見えとるんだっていう話ですけど、昔からね猫も私めっちゃでもね動物飼ってた。猫も飼ってたし、犬も飼ってたし、鳥も飼ってたし、亀も飼ってたし、金魚も飼ってたし、あとハムスターも飼っていたし、ジャンガリアンも飼っていたし、あとは何かな、そんなもんか。亀って言ったさっき。結構は一通りね動物飼ったんですよね。動物好きだったから。虫も結構買ってきたし、一通り買いましたね。はい、そしてごま団子ですね。
ごまカスタードあー美味しい。カスタードクリーム入ってるごま団子のもちもちごま団子の中にみんな可愛かったですよ。でもね、その中でもローンはすごくね特別な子だなって。まあみんな特別な子ですけどね、みんな違ってみんないい、みんなオンリーワンですよ。でもローンはねなんか特に頭がいい気がします。なんか人間みたい。あ、来たのローン。でも私言うてやっぱり家族がおる時に動物を飼っとったから、一人暮らしをして初めて飼ったのはロンだったから、まあそういう面もあってちょっと特別感があるのかもしれないですね。これはタピオカ杏仁ミルクだった。おー、これゼリーがあってタピオカも入ってるね。タピオカココナッツ杏仁ミルクだったかな。美味しい。杏仁、杏仁のミルクじゃないわ、杏仁豆腐か。あ、タピオカもちもち。ほんと今猫も借子もタピオカですよね。どこのお店でもタピオカ出しとるもんね。私もね最近ちょっと巨大タピオカドリンクの動画出したんでね、まだ見てない方はぜひぜひ見てください。そっちを見てなくてこっち見てる人っているのかな。ロン背中見えるかわいい。なんだよ、遊びたいんだって。かわいい。なんかさ、いたずらをねするときね、私は見てるとするんですよ、いたずらを。だから構ってほしくてやるんですよね。ほんとかわいい。だから構ってほしくてやっとるから、もう取り返しがつかない大惨事になるようないたずらをしないんですよ。まあ怒られない範囲でやりよるんですよね。ほんと賢すぎるやろ。なんかお願いするときは可愛い顔するしね。可愛い顔と可愛い声が出すのいいキャバ嬢になりますよ、ローマ。めっちゃ夢中で食べよった。これハーゲンダッツもそういこう。あー柔らかくなっとる。だからこれとさアイス食べるのって最高じゃない？まあ言うてそんなにあったかくないけど、私あんま熱すぎると好きじゃないのよ。だから食べ物ってぬるいぐらいが一番味わえるし一番美味しいと思う。だから熱すぎても冷たすぎても味がねちょっと鈍るよね。なんかこれは普通に人間的にそうだと思うんやけど、だからねもう適温が一番やね。でも冷たくなったらまあやっぱり硬くなったりするから材質的に良くないよね。材質じゃないか、食べ物は材質じゃないか、物質。はい、キャラメルバタークッキーというやつです。程よい。私ハーゲンダッツ久しぶりに食べたとそういえばめっちゃ美味しい。いやで言うてアイスってね、私なんか別になくてもいいんですよ。なんかパフェとかでもあんまアイスたっぷりのやつってそんなに好きじゃなくて、生クリームの方がいいよっていう感じなんですよね。冷たいものとかがまあそんなに好きではないんですよね。でも久しぶりに食べるとやっぱ美味しいわ。真夏とか食べると美味しいですけどね。やっぱ現代社会はさ部屋もさ適温にできるじゃないですか。だからねアイスそんなにね必要ないじゃない。暑い中で食べるアイスは美味しいよね。食べたら編集しよう。今日はもうお風呂も入ったし、私はお風呂入った後に編集するのが好きなんよね。お風呂入った後にご飯食べたり編集したりするのが好き。お風呂自体も好きだけど、なんかもう、まあ、お風呂ってね後回しにするとさちょっとだるいよね。お風呂好きなんだけど後回しにするとだるいの。もう睡眠欲が勝つんよね。だからもう早いうちに入ってその後仕事するのが一番いい。私はね、私お風呂大好き。お風呂でさいつもネットフリックス見たりするけ。防水のカバーに iPad 入れとって。美味しいなぁ。気づいたら食べよるわ。ハーゲンダッツ美味しい。コーヒー入れようかな。コーヒーまあいいか。コーヒーの気分じゃないんですよね。ごま団子とかあるかな。
でさっきさ、昔やりたくないことをやるぐらいだったから死んだ方がマシだみたいなことを思ってたって言ってたじゃないですか。これね、全然ね、死を軽く思ってるわけじゃなくって、私の中でやりたくないことをやるっていうことが本当にそれがめちゃめちゃ重いことだったんですよ。でも成人するまではもちろんやりたくないことをやるのが当然だと思ってたんですよね。それはもうなぜかっていうと、親御さんのもとで、親御さんでそれはさ、もう育ててもらってるじゃないですか。だからそれはもうその頃は自分の力で生きてないんだから、やりたくないことをやるのは当たり前だと思ってて、でも大人になった時、自分はやりたくないことをやっていたのならばそうなっても仕方がないなってずっと思って子供の頃生きてましたね。で毎晩神様にお願いしてたんですよね。私は今はやりたくないことをやります。でも大人になっていってもこの人生だったら私はちょっと考えますよって神様に毎日言ってたんですよ。なんで頑張りますって神様に毎日言ってたんですよね。そういう子供の頃そういう子供時代をね過ごしていましたね、私はね。でも本当だから今はね、マジで素晴らしいです。やりたいことをやれたんだっていう子供の頃の私に教えてあげたい、ね、でも教えちゃいけんと思うけど未来変わるからね。ドラえもんでいう未来人が接触しちゃうと未来が変わっちゃうっていうね、そういうのありますからね。知らんけどだから未来人は私たちに接触してこないんですよ。未来人がいなくなっちゃう可能性がありますからね、自分が何かをしたことによって。という SF チックなことを今思いつきました。よう言うじゃないですか、未来人が接触してないってことは未来にタイムマシーンって開発されないんだっていう説を見るんですよ。でも違います。未来人が現代に接触しちゃうとその未来人の存在が消えてしまうかもしれない、未来が変わっちゃうかもしれない。だから法律で禁止されてるんだと思います。ドラえもんでいうタイムパトロールがね出てきますからね、逮捕されちゃいますからね。彼らが取り締まってるんですよ。7時半です。もうもう撮影始め1時間半経っちゃった。でも普通に経つか、いつも今回。こういう楽なやつもいいな。ちょっとでき次第では恒例でしたいな。週1こういう緩く撮るっていうのが1本入ることによってやっぱり時間ができますね時間ができれば他の動画のクオリティ上げることがクオリティ上がるかなわかんないですけど、まあ他の動画にね力入れられますからね。その残りの週5回の動画ゆるちゃん力入れたりとか、なんとかライブをしたいな。また最初の話に戻るけども、この動画は結構だらっと長いものになるかもしれない。はい、最後の一つです。ごま団子ですね。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、今日はね久しぶりにゆるっと撮影できて楽しかったです。はい、今日はそんな感じです。はい、じゃあ今日はですね過去のライブ配信動画、飲みライブとかの動画をこちらに貼っておきますので、皆さんよかったらぜひぜひ見てください。で本日もちょっとねこんなちょっとゆるい感じだったんですけど、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。